Hi there! ジュリです。今日は日本語を学んでいる皆さんにとても役立つトピックについてお話しします。それは手書き文字を練習するときに避けるべきことについてです。日本語を学んでいる多くの皆さんは手で文字を書く練習をしていると思います。その時、どのように練習をしていますか？漢字練習のテキストを使ったり、アプリを使ったり、動画を見たりといろいろな方法がありますよね。でも同じ文字のはずがサンプルによって形が違って見えたことはありませんか？それ正解です。実はフォントによって文字の形が変わることがあります。結論をお伝えすると、手書き文字を練習するときはぜひ教科書体のフォントを参考にして練習してください。他のフォントで書かれた日本語を参考にするのはできるだけ避けた方がいいです。日本では子どもたちが文字の書き方を学ぶとき、教科書体というフォントを使って練習します。これは日本の政府が定めている手書きの標準的なスタイルのフォントです。皆さんが普段よく見るウェブサイトやアプリでは、ゴシック体や明朝体など、読みやすさやデザイン性を重視したフォントが使われています。このフォントの違いが手書き文字の練習で混乱する原因にもなっています。実は日本語だけでなく、英語でも手書きのスタイルとウェブサイトや印刷物で使われるスタイルに違いがありますよね。例えば、手書きでこのようにはあまり書かないですよね。きっと皆さんこちらの文字を書いていると思います。手書き文字を練習するとき、フォントを選ぶ注意が必要なのは日本語も他の言語も同じなんですね。では実際に教科書体以外のフォントを参考にするとどのような間違いが起こるか見てみましょう。例えばこの人という漢字、ゴシック体や明朝体を参考に手書きで書いてしまうと、日本人から見ると間違えているように見えてしまうことがあります。同じようにひらがなのきも教科書体だとつながっていない箇所が他のフォントだとつながっていたり、形が大きく違いますよね。日本語学習者に人気のある元気のような教材でも、必ずしも教科書体を使っているわけではありません。教材では読みやすさを重視するため、様々なフォントを使っています。例えば、ここの人は教科書体ですが、ここはゴシック体が使われています。より読みやすい手書き文字を練習するためには、適切な教材を使うことが大切です。教科書体を使った手書き文字の練習用の本やワークシートなどを探してみましょう。例えば、線漢字という教材。こちらはイラストで漢字の形も覚えやすいですし、間違いやすいポイントも書かれているのでおすすめです。また動画では白水さんの動画がとても参考になると思います。こちらは実は日本人向けの動画にはなりますが、美しい文字の書き方をしっかり解説してくれています。手書き文字のスキルを上げたいときは、日本人に自分の書いた文字を定期的にチェックしてもらうことも大事です。自分では気づかない間違いを教えてくれると思います。継続は力なりという言葉があります。すべての物事は続けることで成果が得られるという意味です。勉強を続けることはとても大変ですが、一緒に頑張りましょう。
では皆さんお疲れ様でした。この動画参考になりましたか？ではまた次回お会いしましょう。お相手はジュリでした。またね。